れが願いが叶った時に奉納するアイテムです。こんにちは。小島さん、今日もよろしくお願いします。はい、今日はね、はい、オプチェの、商品が、いくつか入っていて、で、前回商品の入荷のお知らせもしたんですけど、またね、ちょっと改めてね、オプチェについてどういうメーカーですとかね、ご案内しながら、商品のディスプレイの仕方とか、お伝えしたいなと思います。お願いします。でね、もともとオプチェっていうのは、私が飛行機の中で読んでた、そうじゃなかったかな、エルデコですごい取り上げられてるなと思って、これどこのメーカーだろうと思って見てたブランドで、それでそのオプチェのその塔のね、このフラワーのお花の形のランプ、あれを一番最初に入れたんですね。でそれとか、あとそのオプチェ自体が結構安価で、オリジナルでね、すごい素敵な商品たくさん作っていて、なんていうんですかね、オプチェパリって言うんですけど、それって英語読みで。英語読みにしたらオブジェパリスになるかな、でフランス語だったらオブジェパリなんですよ。そうなんですね。オブジェってすごい聞き覚えが耳慣れしてる言葉なんですけど、オブジェってデコレーションの飾りっていう感じですよね。でなんかオブジェっていうとなんかあんまり印象に残らないし、なんかオプチェって呼んじゃえと思ってまだ全然日本に未入荷だったし、でアダサさんっておっしゃるんですけど、そのブランドのね、オーナーさんのお一人なんですけど、デザイナーさんでね、彼女にオプチェって呼んでるんだけどって言ってたらいいんじゃないとかって言ってそんな感じだったんです。一応本家さんにはそういう風に呼んでるっていうのは言ってます。でカタカナで書くし、オプチェって呼ばれることもあるんでしょう、きっと英語読みしたらね。だからいいよって感じっていう感じだったんです。なので、オプチェって、オブジェパリっていうか、パリの、そうなんていうか一番洗練された、インテリアのデコレーションみたいな感じの、イメージだと思うんですけどね。でやっぱりすごくフランスのインテリア、そのパリスタイルを牽引しているメーカーかなっていうふうに、思います。すごくセンスのある方で、若々しいブランドなんですよね。でそこから今回、鏡のね、壁にかけるオーナメント、たくさん入荷してきたので、それで今すごくよく買っていただいてるんですけど、やっぱりね、すごいご質問いただくのがどう飾っていいか分からない。小さいからたくさん欲しいんですけど、どうしたらいいだろう。そうですね。で私もそのご質問を聞いて、やっぱりちょっと考えたのは、まずね、かけるところっていうのは、この鏡のオブジェに関してはやっぱりメインのフォーカルポイントに飾るものではないかなと思うんですよ。やっぱりメインのところがあって、このサブのちょっと寂しいなと思えるようなところに、つけるのがおしゃれじゃないかなっていうふうに思います。それでつけるところとしてはね、リビングだったらリビングのフォーカルポイントってちょっと中心になるようなところの、ちょっとサブのところで少し寂しいなっていうふうに思われるような壁とか、あと洗面所、それとかお手洗いいいですよ。お手洗いって本当飾るもの少ないし、それとおしゃれにする要素が少ないから、お手洗い、それからあとベッドルームのなんていうかヘッドのところって、やっぱり何か物をかけるにしてもあんまり重たいものをかけるとちょっと寝てる上じゃないですか。だからちょっと心配な部分もあるし、その周りがちょっと寂しいなと思えるような一角を、作ってそこにつけてもらうのがいいかなと思います。はい、ちょっとかけてみました。
はい。素敵ですね。はい、ありがとうございます。それでね、はい、まあね、何度もインスタとか、まあ、前回のこのご紹介の YouTube でもお話ししてるんですけど、これってやっぱりそのメインのフォーカルポイントじゃないから、こんなにいっぱいいらないと思うし、まあ、ちょっとこれトゥーマッチやと思うんです。ただまあうちはお店なんで、こう全ての商品がこう入るように、バランスよくかけてるんですけどね、まあ、場所によってはまあこれぐらいしてもらってもいいですけど、もうこれ以上はしなくていいかなと思うんですね。なのでだいたい選ぶ時にこれ可愛いわって思うアイテムがまあ一つ見つかったら、それを中心にまあ3つぐらい。マックス3つでいいと思います。それでこう鏡をね、3つ選んでいただいて、あともしよかったらこの、X ボートって言うんですけど、って何ですか？私も知らなかったんですけど、これね X ボートって、うちのねスタッフが調べてくれたんですけど、なんか教会とかでね、こうまあ願い事をやっぱりもうお祈りしてこうなりますようにみたいな感じでするじゃないですか。でそれが願いが叶った時に奉納するアイテムなんですね。よくないですか？なんか私それ聞いてジーンときて、あ、そういうのあるんやと思って、もうなんか日本も神社とかお寺になんかこうね、あれだったらお礼の奉納とかするじゃないですか。それ同じなんだなと思って感動しました。だからこれはね、幸運を呼ぶラッキーアイテムなのでもし壁にかけるのがあれだったら、ぜひね、でもこういう近くに置いていただくだけでもすごく可愛いので、一緒に買っていただいたらなと思います。これは4種類入ってます、こちらのちょっとハートのこう3種類ですね、これで、それとあとこの目のやつ、それが入ってるので、まあこう全く同じものじゃなくてちょっとこれで組み合わせてもらったら可愛いかなって思います。でかけ方のねポイントとしては、まずそのご自分が選んで買っていただいた、まあ、例えばまあ3つでお話しますね。でだったら一番大きいのを上にかけてください。でまあこの中だったらこれが一番大きいからこれ上にしてるんですけど、それでその次中と小選びます。なので、あれです。これまあこっちが小になるんですけど、これだったらね。だけど、まあ、中か小はこう入れ違っても大丈夫です。これちょっとやってみますね。これがこれで、これでもいいです。こっちにするんだったらこれがまあここら辺まで来てもいいかなと思うんですけど、少しこれぐらい。でバランスいいかなと思うんです。でね、このバランスっていうのはアシンメトリーの極致、もう左右対称は何一つないっていう世界なんですよね。でそういう時に、まあ、基本的なセオリーとしてはこの横のライン揃えない、これとこれもこれとこれも全然揃ってないですよね。でこれをもう少し上にした方がいいかなって思ったのは、この横のラインのその、違いがあんまりはっきりしなかったから、まあこれぐらいがいいかなと思ったんですけど、でこの横の感覚っていうのも違うんですよ。これとこれはこう開いてますよね。でこれとこれはちょっとかぶってますよね。なので、横も縦も全部均一にしないっていうことです。でその決めた間にこの、オーナメントをちょっと飾っていただいたら、X ボートやと思いました。飾っていただいたらいいかなと思います。でまあこれはキャビネットの上にデコレーションしてるんですけどね、お家のちょっとこう、寂しいなと思われるような壁あるじゃないですか。まあ、例えば窓と窓との間に、1メーター近くの壁があって、なんか何飾っていいか分かんないしみたいな。でよくねそこにちっちゃいこうドロワーとか、キャビネットとか置かれてこうまたこう鏡置いてって言ってされてるんですけど、それはちょっとうるさいかなと思う。でまあそういうデッドスペースのところにこうかけてもらう。でその場合は縦に均一にかけてもいいです。でこちらにお花でかけてるんですけどね、この同じアイテムで、つなぐ場合は均一にかけてください、縦にね。
でブランドジュリエでかけてるのはものすごい細いスペースなんですけど、1メーターぐらいの壁だったらちょっと3つぐらい縦につけてもらっても可愛いし、それから少しずらしても可愛いです。こちらに1個ずつね、壁につけるフック一緒につけてます。針のような感じなので、押しピンみたいなののちょっとしっかりしたやつなので、普通の壁紙のところだったら失敗してちょっと抜いても分かんないと思います。いいでしょう。それでエクスポートにはこの本当に針のようなのをつけてますので、安心してねつけていただいたらなと思います。ただコンクリートのところちょっと無理なんですよ。でコンクリートにこう物をかける場合は、やっぱりこの壁にベースを作って、でそれそんなむちゃくちゃ難しくないんですけど、やっぱりドリル必要なんですよね。だからちょっとコンクリート以外のところでつけていただくのがいいかなと思うんです。だからマンションの場合はこう両サイドがコンクリートになってる場合が多いので、こういうなんていうんですかね、石膏ボード、普通内壁ってこういう作りですから、そういうところにさせていただいたらなと思うんです。私もこれちょっとあんま分かんないと思うんですけど、いっぱい失敗して穴開いてるのが分かんないから、これでもしかもねこういう石膏ボードなんですけど塗り壁でしょ。だからめちゃめちゃ目立つんですよ、普通はね。だけどその一番目立たないやつを選んで、お付けします。でスタッフがね、そんななんか壁掛け方時につけるものまで普通ついてないのかって親切の押し売りみたいな。だから安心してつけていただいたらなと思います。で縦の線と横の線揃えないっていうふうに言ったんですけど、それでって思われると思うんですけど、ベルサイユ宮殿とかフランスのすごい建物、それから広場、もう全部左右対称のシンメトリーなんですよ。でこういうアンバランスな作りっていうのは海外にはあまりないんですよ。これも本当に日本独特のこのバランス感だと思うんですね。なのでお話でもそうでしょ、フラワーアレンジメントってこう丸く左右対称とか均等に作っていくんです。だけど、華道っていうのはこうアレンジのこうバランス感じゃないですか。そういうのをね、素養がなくても見て育ってるんで絶対わかるんです。自分でやってみたら。で私もそういうこと別に華道とかはやってたけど、そのなんか壁の飾り方を習ったわけでもないし、ただこうやってちょっと違うかなっていう風な感じでやっていって、これかなっていうセオリーを自分で見つけたんです。なのでそこまでね、そのなんかシチュエーション皆さんにはたくさんないと思うので、まずこれ買っていただいたら、その一番気に入ってるやつ、それのをどこにつけるかっていうのをまず考えて、でそれより大きいのを上、それよりちっちゃかったら何ですか下っていうふうに、していってもらったらいいと思う。でもそれも全くの正解とかそんなんないんですよ。だから正解探そうとか思わなくて大丈夫です。ホームページでは「デイエンドナイト」っていうのと、それとあとお花シリーズと分けてます。で全然ミックスしていただいてもいいんですけど、イメージを掴んでいただいたらこうチョイスしやすいかなと思って分けているので、ベッドルームのここはあれです、夜のイメージです。それで塔のフレームの方が2種類だけ入ってますので、ちょっと金ばっかりでちょっと閉塞感あるなと思われたら混ぜていただいたらいいかなと思って、でそれぞれのシェイプがねすごい綺麗かなと思うんです。こういうデコレーションのアイテムで本当のアートじゃないじゃないですか。なのでそのクオリティ的にねものすごいこうなんていうか何台先までみたいなものではないですけど、私このフィギュア自体形自体はめちゃめちゃ綺麗と思うので、インテリアのデコレーションの最後の仕上げに、使っていただいたらなと思います。またね、ぜひ
買われた方お写真見せていただけたら。そうそうそう、なんかなのでそんな風にこういろんなシチュエーションでね、可愛くコーディネートしていただいたらなと思うので、ぜひね皆さんというかこう一般の方に自慢したいので、ぜひお写真ください。待ってます。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。